第2回。今日は、電流ですよね。で、秋にもやったからなんとなくあれですけど、こっちの電磁気学、分布電流。えーっと、これはこれでいいのか。はい。書けるかな。それで、資料を見せながら黒板を書いていくので、みんなもできたら、あんまりいっぱい書かないようにはします。はい。資料は、えーっと、資料は共有、しようか。どこだ。えーっと、ノートブックからは見れるようにしてありますけど、えーっと、これじゃああんまりかね。ちょっと待ってね。あんまりもたりたくないんだ。なんだ。共有、ウェブに公開。うん。これでいいのかな、公開する。あれよ。ノートに貼るね。なんで、各自見れるようにしましょうね。よいしょ。お、ここか。チャットに貼ります。これ。これでいいかな。T の人見える？いるよね、T。はい、います。はい、見えてるね。今のリンクで。はい。OK？ じゃあ行きましょうか。はい。スライドショー。もう一回戻します。2回目で。もう黒板触るんじゃなかった。ズボンが汚れる。こんだけの方程式を覚えろみたいなのが電磁気学の話になるわけなんですけど、で、どうやって覚えるかっていう戦略の話を1回目でちょろっとやりましたですね。それで、ピラミッド状に書くと、こんな感じになってます。それで、ですね、大元なんですけど、もうちょっと大きくする？大元なんですけど、これ書き切れるわけがないからね。大元なんですけど、多分ローレンツ力ですね。基本的には。ローレンツ力があって、そいつが電荷を動かしたりすると。で、しかも2つあると。ローレンツ力と空論力があって、お互い相互作用して、そいつが導体の中の電荷を動かすから、めっちゃややこしいと。ややこしくかな。空論は電荷が引き合うだけ。簡単です。まだ、1年生の講義は全部やったよね。だけど、2年の電磁気1ではこれだけ。で、次が電流が来る。ですね。で、電流は向きが同じだったら引っ張り合う。だけど反対になると反発するっていう、すごい変な動きで、直角にすると今度は引っ張りも何もしないという、このわけのわからん動きをどうやって解説しようかという話になったわけですけど、せっかくノート開いてるから、ちょっと言うと、渦の世界だったということですよね。で、一番端的にあれ、そう、開いてたの？違う、開いてなかった俺。これよ。開いてなかった。端的に言うと、右回りか左回りかみたいな話になるわけですけど、やっぱ渦ですから、せっかく出てる。要するに、一番わかりやすく言うと、書けないんですけど、電池がないの？はい。70%あるじゃん。こうなってて、そうするとどうなるんだったっけ？ N と S ができるよねというお話だけですよね、電流愛。だから、引っ張り合うっていうのは同じ向き同士だと、ここが S で、ここが N になるから、高いな。もうちょっと丁寧に書こうね。引っ張り合うと。こうなると、引力。で、反対向きになれば、積力と。
いうのが、小学校のところからこう磁石の極性で出てきてて、N と N は反発し合うってやると、電荷と、都合がいいと。ところが、皆さん大学生ですから、S とか N じゃねえよという話をしないといけなくて、電流だよと。で、電流の渦がものを作るんだよと。電流じゃなくて、せっかくで電流渦ね。渦が作るという話をしないといけないので、渦って何っていうと、ローテーションっていうね、ロットを理解しないといけないっていうことになっていて、ロット I というのを理解しないといけない。で、この矢印は実はロット I というね、微分で表すことができるわけで、ローテーションとは何ぞやという話になっていくわけで、この渦の理解が、この後ですね、流体力学だったり、熱の動きだったり、いろんなものにものすごく使われるようになる。交通システムの設計でも多分渦は入ってるんで、ものすごい応用性があるということなんですけど、電磁気学が多分発端だったわけですね。で、基本この引っ張り合うかどうかだけの力の話なんですけど、うまく体系的に理解する上では、この真ん中付近に出てくるそのマクセルの方程式がものすごく重要だったということで、この4つの簡単な式を使うと、ものすごくいろんな複雑な相互作用を簡単に記述できると。おまけに電磁波まで記述してしまったということで、最後のピースをはめたマクスウェル先生の名前がついたわけですけど、こんだけ方程式あるんですけど、大体ですね、この話してもしょうがない。3つの式になります。究極的には。このピラミッドは、すべて、こんだけ式がいっぱいあって、こんないっぱい式ありますけど、ここに書いてある、その右にでっかく字が書いてあるのが一応言われてて、力とかエネルギーの式。これだけはちょっとノートに書こうか。力とかエネルギーの式と、ここ書いてる。なんか、試験とかやると闇雲に覚えてくる人がいるけど、1週間ぐらいで忘れちゃうんで、やめた方がいいと思います。そういう覚え方。で、体系的に理解しないと結局全くね、残っていかないので、できるだけそういうのを避けてほしいなと思いますね。で、いくつか記述の方法があって、この場の記述、ちょっと抽象的な話はみんな苦手だとは思うんだけど、若いからね。これ、マクセルの方程式でもあるんですね。これ、ローレンツ力とかです。ローレンツ力とか。意外と分かってない人が、ていうか、俺も昔分かってなかったんだけど、マクセルの方程式の中にはローレンツ力の記述はないんですよね、もともとね。場を展開して、きれいに相互作用を出してますけど、力はどんなものを与えるかっていうのは、中の4つにはどこにも書いてないんですよ。なので、マクセルの方程式を覚えれば、電磁気は完璧だって言ったけど、ローレンツ力の式は入ってないので、実はローレンツ力の式の話もしないといけないんですね。で、もう一つ保存則。なぜこんな話をしているかというと、今日保存則の話がちょっと出るからですね。で、これは、エネルギー、電荷保存則とかエネルギー保存則とかあります。なんで、ちょっと話を整理して、置きたいなと思ったのは、マクセルの方程式で全部書けるんですかっていうと、いや、そんなことはないよっていう話があって、電荷保存則だったり、エネルギー保存則はマクセルの方程式では書けませんけど、範疇の外にあります。エネルギー保存則は、多分、3でしか出てこないと思います。電荷保存則は今日出てきますけどね。あとは、空間の積分をやる力が、式が入ってきています。今日も出てきますけど、空間の積分。例えば、電流密度 J っていうのがあるんですけど、これを I にどうやってするんですかと。入れた。はい。1でやったのは E をどうやって V とか φ とかにするんですかっていう式があったと思いますが、あれですね。はい。なので、4つぐらいあるかなと。
思います。ピラミッド状になってるやつの観測がですね。電磁気学は基本的には4つ目は常識なのであまり議論されない数の計算です。ただ、ペーパーテストでみんなが問題解くときには意外とこの4が問われるけど、磁場の積算をしようが、電場の積算をしようが、電流の積算をしようが、方法は一緒です。一緒です。演習問題で何回も何回も出てくるけど、ちゃんと整理できてたら別にどれも、同じだよねで終わりです。整理できてない人はひたすらそれを全部覚えますけど、はい。ただのテクニックです。しかもコンピューターの時は、積算方法がプログラミングで変わるので、そっちに移植しないといけなくて、人間の紙と鉛筆の積算方法と全然違いますので、マスマティカの授業はやったんだよね。そうだね。はい。あれ見てればなんとなくわかると思います。はい。ということで、保存速と場の記述と力、エネルギーの表現というので構成されてて、一番の主力でよく講義されるのは、このマークセルの方程式のやってる場の記述ですけど、ちょっとこれとこれ、実は仲がいいんじゃないかという気もするんですけど、仲がいいって書いておきます。というか、混同されてるってか、同じっていう話もあるんですけど、いいや、それは、ものの見方で決まる。はい。で雑談してると終わっちゃうので、次いきます。あと、意外と大事なのは、ですね、教科書であまり繰り返し出てこないんですけど、そのガウスの定理とストークスの定理ですね。ストークスの定理。これは結構大事ですよ。で、こっち書けないと困ります。で、これ書けるようになっといてね、という話です。いろんな形があるよねっていう話はしたけど、ここベクトル方式ありますけど、あの、せめて一番代表的な形は書けてね、という話ですね。で、書く。何回も書いた方がいいと思います。書くよ。DS だよね。書いて。マクセルの方程式も何回も書いた方がいいよって言うけどね、これも書いた方がいいなと思って、この間1年生の試験したんですけど、書けてないんですよ。これできてないということは、ベクトル解析として理解が全然できてないということを示しているんですが、よっこいしょ、C。これだよね。大きくしようか。で、思った以上に大事だなと思います。マウス。みんな書けるちゃんとスラスラと。これいろんなものが詰まってるんですけど、これいろんなものが詰まってます。上は、線積分とか面積分の話だっていうのは先週ちょっとやったよね。線と面。違う。いきなり間違ったね。体積と、体積。いや、ごめん。ほんと取ってる。3D と 2D の話とか、ダイバージェンスとは何かということも言ってますけど、とは、入れとる。ダイバージェンスとはって言ってるっていうことは、脇場の話ですね。脇場とか吸い込み場です。ということは、脇場ということは、これスカラーポテンシャルの場ということになります。大丈夫？スカラーポテンシャルの場です。スカラーポテンシャルをやってるよね、1でね。スカラーポテンシャルの場です。ね。で、そのための法則であると
いうことが言えてて、で、次元でチェックしても、どっちがどっちかっていうのはもちろんわかるよね、という話だけど、ダイバージェンスっていう脇の強度を微分で求める関数をやった後に、メートルの3乗をかけたら、何もしないでメートルの2乗をかけたのと次元がぴったり一致だから、両者の式でしょいうことですよね。これメートルの3乗をかけるのと、ラブラがかかってるやつが、ただのメートルの2乗がかかっているというのとバランス取れてるわけだから、この式はものすごく簡単に理解できるはずなんですよね。で、同時に、ダイバージェンスっていうのが脇場とものすごく仲がいいっていう話だったり、この F は、物理的には多分面積分されるから、メートルの2乗という次元を持つはずなんですよね。そこまで言えるんですよ。だから、そんぐらいのことがこの式の中に入っています。で、先週ちょっとやったんですけど、僕の、造語で言うと、これはエクステンシブの量です。エクステンシブと言われるタイプの属性を持っているやつは、こういうやつとやられます。ただし、イプシロンとかミューをかけると次元が変わるので、あれが混じった瞬間、それはもうぐちぐちに崩れます。はい。なので、入れるときはそれなりの覚悟をして入れる方がいいです。覚えるものの対象ではないと思ってあります。はい。で、こっち、渦の話になるということはもう当然わかるんですけど、2D と 1D ですね。で、これとは何かっていう話になるわけで、中に入ってるやつですね。これ渦の話です。だんだん出てる渦場の話。で、かけるメートルの事情とかけるのナブラが入っちゃってるから、もうこのかけるは意味が違うんだけど、ごめん、かけるとクロスはちょっと区別がついてないんで、みんなの頭の中ではちゃんと、これでメートルの事情とバランス取れてるよね、という話をしています。で、渦場だから、これ、ベクトルポテンシャルです。で、になってます。大事なことなので、まあ何回も言いますけどね。ベクトルポテンシャルになります。で、ベクトルポテンシャルっていうのは最初の方に書いたこのくるくる回るこの渦の話。向きがありますよね。ポテンシャルには向きがあるっていうやつがこれですね。スカラーポテンシャルはただの密度だから、向きがないわけですけど、で、電場の話ですね。正電場の話ですね。正電場じゃなくて、電場には渦ないですかっていうとあります。アンペールの、アンペールじゃない。パラデーの電磁誘導ですね。がありそうですね。まあ、こんな風になるわけです。で、こんだけ絡ませて、絡ませる上で、この式大事だということをよく覚えておくことと、この間1年生の試験やったんだけど、全然ダメなのが、ここのドットをかけてない人が多い。このドット。こう書いてないと0点です。解きますけど。書いてないと0点です。これ、積分結果全部スカラーです。スカラーの比較の分、量が同じって言ってるだけです。はい。向き入ってません。なので、ドットなかったら、試験してされて、ドットなかったら0点です。多分それで計算したら変なことになるし、そもそも。あ、これごめん。ここのドットあるね。間違ってないよね。あ、ここにドット打つ人いますけど、これ0点ですね。ここにドット打つ人いますけど、ここドットないですね。逆に言うと。ドットはベクトル同士の変算でしかないわけだから、鉄則分かってたら、そんなこと間違うはずはないんですけど、います。結構います。はい。単位出すかどうかギリギリでさまよってる人よく間違ってます。はい。なので、これ、ベクトルですよね、これ全部。ここに書いてある。ES は、線ベクトルだし、これは面ベクトルですね。面のベクトルですね。DV だけですよね、ベクトルじゃないの。で、今日の話と少し絡むと、こういう面があって、DS っていう面があったら、もうやったと思いますけど、ベクトルの DS は、それに直行する面積の長さを持つベクトルですよね。はい。で、もう一つ小さい線分があって、そして、この長さが ds だったら、向きを規定すると、これがスモール ds の、ベクトルになる。俺の書き方汚いな。
ドルみたいな書き方しようか。小さい s ですね。はい。こうなります。汚いね、字が。みんなは自分のノートにはきれいに書いてね。まあ、DR って書いたりすることもありますけど、まあ、状況次第ですね。で、こういうベクトルの向きがあって、そいつとの内積ですよということになっているので、この辺がとっても大事になりますので、何度でも言いますけど、ここのところをしっかりやってねという話になります。で、今日は、電流の一般化です。で、このフレームワークのごちゃごちゃしたのはとりあえず飛ばしまして、ここからいきます。ということで、ノート変えます。で、電荷と電流、そして、連続導体、これ何の14じゃなくて何の4だと思いますけど、導体中のジュール熱という話をします。で、まず、できるだけ簡単に、きちっと覚えるために少し分析をします。で、電磁気学における、基礎方程式の種類を知ってくださいということです。で、1、青色。青じゃなくてもいいけど、1、構成方程式というやつです。2つの物理量を結びつける。せっかくやけん書くか。時間かける。構成方程式とだけ書いてください。後ろには説明まで書いてますけど、x イコールイータ y とかいうやつですね。構成方程式。いいか、キレと。2キレとる。構成方程式が多いです。はい。で、2番目が、ちょっと赤で書きますけど、共益の積です。役だ、ごめん。協約は、熱力からインポートした、輸入した、概念ですね。協約関係の物理点数は積です。だからエネルギーイコール XY になりますけど、両方ともベクトルだったら当然内積になることが多いっていうのは分かりますよね。はい。そうじゃないこともありますけど、一応一例としては。授業の最後に出てくるけど、ポインティングベクトルは、ベクトルだったんで、クロスですね。両者の積が。はい。だから例外はありますけど、普通熱量とかは向きがないので、エネルギーも向きがないので、スカラーですから、内積になることがほとんどです。で、3番目が連続の式って言って、今日出てきますけど、電荷保存則みたいな連続の式。いろいろなんか、状態は変わらないという、状態が保存されることを、まあ、ここでは連続の式は、普通は、変わら、普通は連続の式って電荷保存則のことだけを言うみたいですけど、言うんだよね。うん。状態は変わらないという式があります。で、4つ目は、この電磁気学では必ず出てくるんですけど、分布型の変数を使います、一般化して。ということで、それを積算するとどうなるかっていう空間積分の式が出てきます。でも、これは覚えるほどのことではないです。空間積分の式。空間積分法でいいと思います。これはもうすでに、一度もやった、散々やったと思う。面積分か線積分か体積分か出てくるだけの話なので、ただそれが、円筒座標系だったり、Q の座標系だったりして、積算方法がちょっとややこしいところで、みんなを幻惑してくるわけですけど、だけどそこに引っかかるとちゃんと計算できないっていう話になっちゃうわけで、まあ、クーロンの法則の式は、もう計算はもろこの話になりますけど、まあこれしかないと。種類はね。ということで、みんなが知ってる話からしようかって言って、回路理論とかでも散々やったけど、V と I から始める。そもそも V と I しかない。言い方悪いな。高校まででやるやつは V と I って基本決まってるんですけど、ここには引き方が書いてあって、まあ、R。にしようか。こいつらを結びつけるのはもうみんな知ってるの通り、オームの法則と電力の式なんですけど、
P ね。こういうひし形の配置でとりあえず考えていこう。オウムの法則って何ですかっていうと、構成方程式っていうやつです。だから青でこう矢印をひょっとこう書きますけど、V から I に行くときに、V に R のインバースかけたら I になりますよっていう、こうオウムの法則。で、V と I は、強約関係にあります。ボルトですね、単位は。この2つかけたらパワーが出るのはもう知っての通りだと思いますけど、アンペアか。両者かけると、パワーが出るから、ワットが出てきます。で4つの変数はこういう関係になってて、4つの変数はこういう関係になってて、で、それぞれ相互作用してるんですけど、どの関係が一番重要かということで、どう式を持ち出すかっていう話ですけど、基本的に、ですね、V と I みたいに強約な関係があれば、R とか T が必ず、用意されていると思ってください。だから、ここから、出てくる式って言ったら、2つ、構成方程式と強約の積が両方とも出てきます。これいかん。で、こんなの当たり前だろうと思うんだろうけど、E と D、それから今日やる、電場と、分布電流、そして H と B、全部同じです。だから同じものが待ってるんで、みんながちょっと後で書いてもらいますけど、紙配って。P は、高校の時に散々やった VI ですよね。で、まあ、複素数が回路理論で出てきたりしてましたけど、とりあえず、で、こっちの上の構成方程式の方は、V イコール RI でもいいんですけど、I イコール R インバースの V でもいいですね。はい、まあ、何でもええわ。はい。ルールを守るんであれば。まずここで、あんまりいっぱい書くと大変だから、V を、と I を分析してやると分かるんですけど、こいつは単位属性は、ボルトを含んでますね。ボルトを含んでる。で、こっちはアンペアを含んでます。お互いが強約ですよね。含むっていう字が汚い。で、もう一つあって、これも散々やりましたけど、積算属性が違う。わざと積算属性を違ってる。直列で足し算、回路理論でやったね。並列で足し算が全然違うということになってます。ということで、こっちは直列積算と言われる値ですよね。回路理論の根源だよね。直列積算です。積算属性っていうのが別にあると思ってください。こっち並列積算です。並列積算と直列積算という。だから属性が2種類あって、こいつは、違います。ちなみに、H は直列積算なのに、地場ね。H は直列積算なのにアンペア属性です。アンペアパーメートルです、単位は。だから、パーメートルになってると直列積算だと思っていいです、ほぼ。パーメートルの事情は、時速密度、電速密度って言われてるやつで、大体面積分になります。はい。で、面積分の属性に関しては、大体脇場の定義になっていくっていうふうになってて、全部絡んできますけど、それはあまり言わないで、とりあえずこの2つの属性だけ書いておきます。で、全部今 V と I の話を分析して、話をしてますから、V と I から全部派生すると思ってください。いいですかね。はい。で、次。はい。この、資料は、何を言ってるかというと、左側は、ボルト系で、インテンシブだったけど、直接ヘキサンのタイプですね。この講義での用語は自供的というふうな言い方もしますけど、直列積算型ですね。パーメートルですね。ちなみにボルトはパーメートルじゃないですよねって言われるんで、ちょっと今置いときます。分布型になった瞬間しかパーメートル出てこないので、あれと思ってるかもしれないんで、やめときます。これ高校の話だから。で、構成方程式と共益方程式と連続の式と空間の積分の式の中で、構成の方程式と、これね、教育方程式しか出てきてないから、この残りは何なんですかっていう話なんで、今からそれが、右側と左に書かれていくわけですけど、まず積算条件は、直列積算だったから、ボルト系のところを横に書きますけど、直列にすると増えていくと。
で、一周回って直列にすると0に戻るっていうやつがあったと思うんですけど、KVL ですね。はい。だから、その、直列積算の持ってるこう儒教的な属性っていうのはどうなるかというと、直列積算になってて、そして、それは一周回った時にはちょうど、保存場だったら、電圧がプラスマイナスゼロになるという考え方になってて、それを高校の時に何言っているかというと、キルチョフの電圧則になっているということになってて、ここで積算の式、空間積分法の式みたいなものが現れています。ゼロですね。はい。早い。でも知ってることの最高性だからね。こっち側は受領的な値なんですけど、整列で積算される、束ねると積算されるタイプです。右側はね。アンペア。アンペア系は関係ないんですよ。アンペアでも違うやついるから。受領的なやつは、基本並列積算なんで、ある説にピンとこないと思うから、こういうやつですね。こう入ってきた電流が枝分かれしますよと。枝分かれしますよと。高校の時にやってた、ごめん、汚い。ちょっと iPad がグラグラして人のせいにする。iPad がグラグラして汚く。こう、接点からこう入ったり出たりしたり話をしてるわけですよね。で、この接点に入り込む電流と出ていく電流の合計はゼロというのは、これは、導線とかに絞らなければ、要するにこの面に対して、この面におけるインプットとアウトプットの話をしてるんだっていう話になってて、これは要するに、並列の並び、これ並び替えれば、例えば1入力で4出力だったら、こういう並列の入出力の関係とかを考えればいいわけで、ね、そういう意味での並列積算になってて、結局、カイロルンでも散々やりましたけど、これはクルシフォフの電流則のことを言っていると。すなわち、積算の簡単な書き方をすると、電流の合計はゼロになるんだけど、積算ルールは並列ですよという話になります。ね、でこんな風に、積算の式、これ、後では空間積分になるので、今はただの足し算でシグマで書いてますけど、ちゃいますよね。これ見たらわかるけども、ガウスの法則がちらちら見え隠れしてますよね。もうすでに。この上の形自体にも、ガウスの定理の話なのねっていうことがちらちら見え隠れしてますよね。こっち側は何なのっていうと、こっち側は、左側は何なのっていうと、録画してるし、録音もしてるよね。ちょっと今不安を一回よぎったんですけど。TA の人が確認しといて。まあ、あの、あれ出てこない。ヘイローでこうやってやりましたよね。出てこない。書いても、ちょっと待って、今、電波が、電波が重いとか言ってんだけど。Teams、あ、俺の映像止めよう。どれだまだ重いって言ってる。俺の映像止めます。あ、止まった。これで少しいいかな。アップロードが遅い。はあ、すごい。まあちょっとお休み。出てくるまで待とう。ぐるっと回ったらゼロになるって、これ、線積分ですよね。線積分の話をしている。ということなんで、これはなんとなくもうストークスの定理の話なんだなという話が、出てくるということがなんとなくわかります。渦の話だよね、という仲がいいよね、という話もちょっとわかると思います。はい。で、いいかななんか話がそれてない大丈夫。で、もうちょっと突っ込もうかというと、左側がさ、ぐるっと回ったときに、これ渦の話なんだけど、ゼロなんだ、基本、KVL はね。なんだけど、
ぐるっと回ったやつをみんな回路論でやったと思うんだけど、あの輪っかの中に電速密度を入れといて、で、増減させると、起電力が発生するっていう話があったわけで、あれ、渦を作り出すっていう話なんで、あの話、高校の時にどんな形で出てたかというと、この積算に一手間加えた保存則の形で書かれてた、レンツの法則になるわけです。下降時速の時間変化は、と電圧足したらゼロだよっていう話ですよね。レンツの法則。でこれ、一種の保存則の書き方だと思います。この両者の合計は一緒になるので、という形になってて、こういう形してます。で、この形はもう高校の時にすっごい暗記方法で一生懸命やったと思うんですけど、こいつの単位が、ボルトセカンド、ウェーバーということを考えると、この式当たり前という話になる。ここだけだよね、気にしてないから。大丈夫ね。ボルトセカンド時間で微分すればボルトが出てくるわけだから、これですよね。はい。で、今日やる、分布型で出てくるはずなんですけど、高校の時にやった電荷保存則はどうなってるのって言うと、右側ですけど、切れてる。右側ですけど、同じようにかけてて、前やったよねって言って、電荷、小文字でいい ?9。電荷の増減と電流を足したら、あるところから出てくる電流と、そのあるところの電荷の増減を、足したら、ゼロになりますねっていうのが電荷保存則だったわけです。これすごい単純化されて書かれてますけど、この I っていうのはシグマでもいいわけですよね。このシグマ I でもいいわけです。ちょっとひねろうと思ったら、単純に I は1個にしなくて、積算させるわけですから、当然、上の緑の式を使うわけですけど、こういう話になるわけですね。時間変化がなければこれがゼロになるんで、そいつがこっちに入ってきてて、これ時間変化がなかったらここがゼロになるから、シグマ I がゼロっていう状態保存の形も出てくるわけだから、この2つは超仲がいい。ね、これ時間変化ある系ですね。ないってやったらこう消える。こっちになるよね。ここちなみにシグマ I でいいわけです。反対側もシグマ V でいいわけですから、同じですよね。で、こんな風に、これから、この2つの属性を持ってるやつから全部派生されるわけですね、ガーッと。はい。で、ここまで前置きしておいて、じゃあ今日のテーマなんすかっていう話になるんですけど、E と J という話になっていくわけです。で、この教科書で出てくる7の1、電荷と電流というところには、微小空間のベクトルとしての電流を一般化物理量 J として考えるっていう話が出てて、ちっちゃい領域を、抜けてるやつをベクトルとして J として定義しましょうということで、これを電流密度 J と言いますということで、ここでノートでは電流密度という言葉だけ使います。あとは教科書を見るということで。電流。書くのは大変だもんね。これ。密度 J と。はい。割とやっぱりみんな回路理論やったから、そうでもないのかな。単位をおろそかにしますよね。単位をおろそかにしてるから平気で間違った式書いてるっていうのがすごい多いんですけど、J の単位は何ですかっていうと、アンペアパーメートルの2乗です。3乗じゃないですね。ちなみに電荷密度はローは、アンペアセカンドパーメートルの3乗ですよね。はい。で、こういう単位持ってます。で、さっきのトライアングルと同じものを書かせようとすると、E と J がまずありきですね。と J があります。J は何ですかっていうと、今の定義ですね。はい。で、こいつら結びつけるのはシグマ、構成方程式はシグマで使われます。シグマとね、みんな、ちょっと、シグマ、6書かないようにして、紙に答案書いてる人で6とシグマの区別がつかない人が多いです。こう書いちゃう人とかで、多いので、こう書いていい。大丈夫。シグマ。ギリシャ文字の書き方をみんな練習しよう。ちょっと。
これダメ。こう書いてください。いいですかね。シグマ。はい。で、両者が作る共益関係ですけど、ちゃんと単位書いて、ちょっと考えることにしましょうか。ボルトパーメートル。こっちアンペアパーメートルの事情です。で、両者かけたらなんかエネルギーが出るのは、両者がボルト系とアンペア系言われてるからで、小文字の P をかけます。両者かければいいわけだから、単位すぐ出ますね。ワットパーメートルの3乗です。こんなん出てきます。すぐ。この2つ割り算すると何が出るんでしょうかということで、これは、シーメンスパーメートルかな出てくるのね。E に、ボルトにかけたらアンペアが出るんだから、ジーメンスですね。もうですね。はい。こういうダイヤモンドになります。これが導体のダイヤモンドになります。導体。今日のメインはこれですよね。いいちょっと一休み。あと、ここから派生します。同じように派生するだけなんですけど、物理的にどんな意味があるかを解説しながら派生していきます。はい。とまだ時間あるね。編集までいけるかな。はい。まず、構成方程式ですけど、シグマで結びついてるわけだから、どっちが、鶏が先か卵が先かになるけど、見切れとるわ。はい。J イコールシグマ E ですね。秋の試験で E イコールシグマ J って書いてる人がいて、すごい悲しかったです。はい。なんか、単位か一生懸命覚えるかなんかしとけば、間違うはずはないんだけどね。はい。ちょっと解説をしますと、シグマイコール、抵抗率の逆数です。微小体積を流れる電流というのは、微小体積を流れるここにある電流デルタ I をデルタ S で割ったことになって、これが電流密度です。あ、これ逆じゃんおう、今気づいたよ。これさ、前の教科書では、ロー R の定義だったんだよね。はい。じゃあちょっと直しましょうか。えーっと、じゃあちょっと直して書こうね。この書いてあるの嘘ですね。えーっと、ロー、抵抗率の逆数ですよと。分母はデルタ V の、デルタスモール s をデルタ I をデルタラージ S で割ったやつですと。これは同じ向きをしているという前提ですが、E を J で割った値になります。間違ってんで、直さんというかね、こういう定義になります。で、シグマを電気伝導率と言います。電気伝導率。抵抗率と電気伝導率、どっちなんですかってなるんで、どっちかをメインで覚えて、片方はそいつの逆数と覚えておいた方がいいですけど、おすすめは電気伝導率で覚えることです。間違います。そうせんと。どっちがどっちだっけってなります。でこれは物質の固有値です。はい、結構ね。電荷の移動度とキャリア密度というので、決まる、割と物質の固有値です。
本当の固有値は電荷移動度ですけど、そのキャリアは動体だからぶっ込めて増やせたりするから、変化はできるんだけど、電荷移動度だけは変えられないので、これは一応書くと、後ろに書いてあるけど、一応電荷移動度。半導体工学でしか出てきません。この授業でここで出るのが最後です。電荷移動度 μc とキャリア密度。キャリア密度。キャリア密度は成功とかホールもあるから、まあなんとも言えないんだけど、ローシート。ありますけど、外れていくので、こちらで計算できます。これはオウムの法則の話です。まず質問ある。なんか前の資料だと式が点々点々って出てくるだけで関連性が全く出てなかったんで、関連性を一応かなり意識して、今日は再構成してお話ししてるんですけど、はい、上の方の、構成方程式はこれ、下の方はもうわかると思いますけど、連続、いい書いていいまだ書いてますって人どのぐらいいる大丈夫あんま書かない人いるもんね。はい、次行きましょう。これ、オウムの法則。どこにも書いてなかったので、オウムの法則。書いとくオウムの法則。オウムの法則。分散型のオウムの法則ですね。じゃあ次行きましょうか。で、もう一つペアは積の方ですね。エネルギーの積。連続動態中のジュール熱です。P ですね。で、さっきと似た式出てきてますけど、一応正義式書く。丁寧に。さっきの微小と同じです。発生する電熱量を体積で割ります。これどういうことかっていうと、微小だったら単純な割り算でいけますけど、実際は積分使ったりする必要が出てくる可能性がありますね。微分の方はね。積分だったら一応とりあえず。あ、違う、ごめん。こっち割り算じゃねえや。なんだよ。これは、さっきは割り算で、こっちは掛け算で。スモール s と v。すなわち、ここはスカラーだから必ずドットを書く。ドット忘れたら0点。こうなります。で、出来上がったものだけ見たら、P はスカラーだから、J と E は、内積ですと。ドット積です。当たり前ですけど。同じ向きなのでね、基本は。同じ向きじゃないこともあるけど、この授業の中では多分同じ向きと。J と E はね。これが、ここがスカラーである以上は同じ向きです。はい。皆さんが4年生ぐらいになると、普通にここがスカラーじゃなくてテンソルになったりしてて、E と J が同じ向きじゃないみたいな物質の話が出てくるんですけど、電磁気は、ここはスカラーです。はい。ね、序盤ですから。だからここの掛け算もシンプルで、両者の大きさをかければいいということですけど、じゃあなんで両者の大きさをかける気しないんですかっていうと、これが成立するのは大学の初等講義だけだからです。はい。向き変わります。でも、胴体あって電場こう向けたら電流こっちに流れるけどね。普通にね、傾いた胴体でもうすぐ実現できちゃうけどね。はい。いいですかね。はい。で、この2つ。で、あと横に、左右に広げましょうねということになるんですけど、右側しかないですね。左側は実はもうやってるよね。E の話はね。はい。なので、J の横に広げましょうという話で、ちょっと、ノートではもう書いちゃってるから、J の横に広げないといけないんですけど、別のとこ J 書きます。アンペアパーメートルの事情ってなってますから、これは、一応僕の授業の動画ではエクステンシブです。のアンペア系です。ということがもう分かっています。アンペア系にはあんまり意味がないです。エクステンシブであることに意味がありますけど、
すなわちこれどういうことかというと、面積分で積算される値であるということです。面積分の積算ルールになります。イプシロンとかシグマが絡まない限りは、イプシロンとかシグマが絡むと変わります。変わっちゃいますけど。で、こういう面積分で、マクロな値になるわけですから、面で積分するよということになると、こういう積分式を書くことになる。よこしょ。ラージ S ですね。ラージ S がうまく書けないな。ラージ S の書き方をちょっと、みんなも、2つ S を書く汚ねえな。なんかいい S の書き方ねえか。みんながあまりうまく書き分けられないのは俺のせい。S、ここだけしよう。ラージ S。なので、DS と、差項してる量だから、もし DS と直角だったら0になっちゃいますよね。大丈夫だよね。はい。ガウスの法則でも散々やった計算だと思います。というか、これガウスの法則と同じ式だよね。はい。で、この面積分ですよっていう属性が、どういうふうにくっついていくかというと、ストークスの定理を思い出そう。右下に書いてある。これだ。な。で面積分って、違う。いいや、これだ。ね。で、体積積分に直したときにダイバージェンスが出てくる。ね。スカラーポテンシャル。脇場の話です。ということになるので、こいつは、湧き出し源の強度を、スカラーで、そいつを書くときには、こう書けるということを意味している。唐突に出てくるわけじゃなくて、これはそうやって出てくる。ね。で、これは J の脇源です。ある空間の中での電荷の増減になるだろうということがもうすぐ予測がつくと思います。さっきの電荷保存則の話ですね。で、ここに、今度は、D。いいか、変微分で。変微分じゃないような気もするけど。こっちだね。いいや。微分で書いちゃえ。はい。そうです。3の微分で空間は変わらない。いいと思うけどね。これさっき出てた電荷保存則と同じ式ですけど、分布型になってます。単位を見ましょうか。1回微分してるからアンペアパーメートルの3乗ですね。じゃあ、アンペアセカンドのパーメートルの3乗に S で微分ですね。S のマイナス1乗ですね。はい。合ってるね。メートルのマイナス1乗。合ってるね。はい。符号は、状況次第でちゃんと与えなきゃダメですけど、式としては別にマイナス入れてません。はい。で、いうことになります。で、これを絵で分かりやすく言うと、ここに書いてある絵になります。小さい微小体積の中にローがいて、で、J がこう通り抜けてますよと。で、増減がなければ入る J と出ていく J の差項量は一緒ですよということですね。で、差があるときはこのローは増えたり減ったりしてますよという話でしかなくて、それは電荷保存則という今出た式になります。で、これにある条件ぶっ込めばよくて、時間変化ないですよと、一応かつ定常条件でやってみましょうということで、時間変化はなくなりますよというと、J の、なんだっけ、ダイバージェンスは0ということになります。ある空間に入っていくやつと出ていくやつは同じってなります。この真ん中の矢印ですね。これをすごい円筒状の領域だけできちっと、みんな J 同じ向き向いてますと、一応ですとやって、この円筒の面積にガウスの定理を適用してやると、いろんなことが出てきます。例えば J は、ここの電荷密度ローの移動速度 V をかけたら、出てくるんだという話になります。ということで、ここから発生する式として、すごい簡単版の
ものが出てきてて、ただ条件ここ書いてますよね。時間変化がないと。時間変化がなければ、結局 J は、電荷密度と、その移動スピードの V の、積で簡単に書くことができるということも意味します。合ってますよね、次元ね。アンペアパーメートル。アンペアセカンドパーメートル3乗と、メートルパーセカンドで合ってますよね。簡単だよね。簡単じゃない？はい。で、1回だけしか出てこないと言ってた電解濃度はここで、少しだけ、顔を出させてもらうと、この速度 V ってなんで決まるのよという話になってて、この V は電場の強度で決まりますね。で、ここに μc っていう式が出てきます。これだけは今までのから自己発生しない式ですけど、電子物性で出てくる、多分電子物性の教科書の一番最初で出てくる式くらいの重要な式ですけど、電磁気で言うと、まあ、末端の式です。はい。これ、よく比べたらわかると思いますけど、こうして、これはちょっとした遊びですけど、並べて書くと同じ形してるよねってなりますね。で、J の、V と J の関係は、ローをかければいいんだよね、という話ですね。E 同じだから、じゃあここも多分ローかければいいんだねっていう話になります。ただの組み合わせです。このローって何ですかってキャリア密度のことですね、ここで言うとね。ということで、さっきの言葉になってきて、シグマはキャリア密度と電解濃度の積で表されるよっていう話が、まあ、導出できるという話になっています。まあ、これ余談なので、はい。ちょっとここに書いただけです。多分この μc っていうのはもう二度と出てこないかな、この授業では。他の授業でいっぱい出てくるかもしれない。μc って言わずに μ って出てくると思います。でも電池機では μ は等次率なんで、μc と書いてます。はい、単位もここから出せますね。単位も出せると思います。はい。ということで、ちょっと前の、去年の資料だとザラザラザラとこの式がただひたすら出てきてたんですけど、一応、関係を絡めながら書いてみました。で、これは、今の説明を、まあ、聞いててくれた人は、E と J から普通に出てくるというふうなことを前提にして考えていきたいと思うんですけど、電磁気における媒質っていうのは、3つあって、動体、皆さんが1でやった電場と誘導体、この時は E、D、イプシロン、空間密度かなになってますね。で、この授業で一応やれると思うんだけど、H と B と μ とですね、の関係は全く同じで、今話してた話と同じ展開が、できるという形になっています。で、体系図で ADBH のフレームワークで言うと、こいつはこの辺にいて、こいつはこの辺にいて、こいつはこの辺にいるんですけど、並べ方が違うというだけで、同じことを言ってはいます。うん。まあね。これを覚えたらサインあげるよって言うと、これだけを覚えようとするんだけど、これが分かってないんですって間違ってるんですね。はい。考え方の整理がいるよねということで、ちょっと整理してみました。はい。で、皆さんは、こいつで同じことが書けるはずなので、今から紙を配るんで書いてみてください。今やったことと。よいしょ。はい。で、EJ で書いたから、ED でも書けるはずなんで書いてみてっていう話ですね。同じことをやればできるはずなので、あんま難しくはないと思う。1枚ずつ配るって大変なんで。はい、6枚。後ろに回してあげて。多いな。後ろのこの辺に回して。はい。で、下の空欄になってるやつを完成させて書いてくれればいいです。
今これこれ名前書いてね、PA の人につけてもらうんで。はい、20分にもうすぐなりましたんで、続きやりましょうか。はい、問題解かないといけないんですよね。で、例題、面積 S、間隔 T の平行平板コンデンサ。これは、1の問題ですな。誘電率イプシロン、導電率が入ってるね。ローの媒質で満たされていると、これに電圧 V を加えたときに電解 E、電速密度 T、電流密度 J、電気抵抗 R を求めようということを、が演習問題の一番簡単なやつで出てきてますんで、これやりましょう。10分しかないから、まあ、金曜日もやるけどね。よいしょ。で、あんまり雑談すると終わらなくなっちゃうから、本題にできるだけ速やかに入りたいんですけど、世の中の物質は、原子核と電子があって、で、電子の一部は繊維金属だったら、隣の軌道に移れるから導体になりますけど、そうじゃないやつは全部原子核とこの束縛にいて、電場かけてもちょっと分極するだけで、それ以上動きませんから、何が言いたいのかというと、シグマと、シグマとイプシロンは、まあ、同居するということです。基本。どっちかがゼロとかいうこともあるけど、共に非ゼロもあるということ。あるよという話をします。が、この問題です。で、出てくるやつは、登場人物は E と、背景図の位置関係で書くと D と J が登場人物として現れるわけです。いいですかね。はい。右側はアンペア系で、左側はボルト系ですけど、こっち側にあるやつはベクトルポテンシャル。だから、違うか。B いますけど、これは関係ないですね。違う。J 真ん中だ。ちょっと内側にいて、ローがここにいるんだ。はいはい。で、さっき言ったと E と J のペアでは、両者の関係式がいくつかあって、J イコール、シグマ E ってあるよね、と。で、もう一つこの二つの関係で、D イコール、シロン E だよね、と。答え書いちまった。はい。だよね。ってなってます。こうなってますね。で、こういう問題で言うのは、問題を整理していかないといけないんだけど、E と J と D、こうコンデンサーがあって、10分で解説終わるかな。イプシロンとヒューマがある。こういう物質がこう埋まってるときに、まあ、E、J と D で、こう、相互変換できる、ね、関係式があって。なんで考えるのが一番ええかっていう話を考えないといけないんですけど、次の問題のことも考えると、境界条件を書かないといけない。これ境界条件ないけどね。境界ないけど。いかん。みんなに回収しよう。後ろから前に回してくれ。答え書かないよって今から答え書く演習問題の前に回して。まあ、聞いただけで、これだって分かっちゃったら、分かる人だったら書けるような気もするけど、はいはい。前に回して。とりあえず、PA さんに見せて、みんなどのぐらい書けてるか見させてもらいます。ありがとう。はい。で、だからこの問題見ても分かると思うんだけど、基礎方程式に1個でも間違いがあると答えが出ないんですよ。なので、1個も間違いなく、左辺と右辺も間違わないように書かないと、
解けないっていうよりも答えが間違うんだよね。で、だからめんどくさいんだよ。で、境界条件ですけど、もうすぐ、近道言うと E はボルトパーメートルだから、これ、接線成分の連続ですね。これ書くのやめようか。一時書くの。接線成分です。D はアンペアセカンドパーメートルの事情で、これ、光線成分連続です。エクステンシブです。光線です。これは書いた方がいいかもしれない。光線成分連続。連続っていうのは境界に何もない時だけどね。境界ないことに一応なってるんで。で、J はアンペアパーメートルの事情ですから、光線成分が連続です。こういう関係が、いかん、切れてる。こうなってます。で、これ頭に入ってないと話が進まないんですけど、こう流れます。電流も流れますし、多分 E もこんな形してます。で、この問題は、時間何 ?20? 6分、あと4分なの？どこから解くだろう？あんまりいい解き方じゃないかもね。えっと、下の式をね、下に解いてあるじゃん。あれ覚えてもね、何もならない。言ったら言い過ぎ？これ、組み合わせ、めちゃくちゃあるから、ちょっと条件変えたら変わるんで、これがなんで出てきたかが分かるのが大事なんですけど、こんな平行平板だったら、E は一応、とみなしていいことになってるはずです。ちょっとこの問題には問題がありますね。すごい薄いとか、十分にこいつよりもこいつは薄いとか言って、一応電解であるということを一応書いてあります。間接的。ごめん、この問題書いてないのはちょっと欠陥品です。なぜかというと、電場が、端っこではこう曲がっちゃってて、一応じゃなくなるからです。それ無視していいよっていう話が、絶対に試験問題とかだったら書いてあります。はい。で一様な電場 E がいますよということの中で、関係がありますよということなんで、そうすると、電場が E が一応で、一応下向きですね。例えば。下向きとか考えたときに、J はこうなります。そして D はこうなります。ね、そして V、電圧どうなるのっていうと、やっぱり積分効果が出てくるから、これもやったと思いますけど、こうですよね。これは厚さが T だったら、T の絶対値で出ます。そして、電流 I は、やっぱり J の面積分ですから、こう面が S って出てますから、S の、こうです。まあ、向き考えないとダメですけど、これ向き考えなくていいぐらい単純化されてるので、入試でこんなことはありえないんですけど、このぐらい単純化されてるので、こんな風になります。あと、電荷。電荷。溜まってる電荷は、Q は、これ合ってんのかな？電荷密度と D が同じってありますから、電荷密度ね。面電荷密度が D の大きさっていうのは、そこからその D が生えてる面電荷密度に同じという、ね、
やつがありますので、だから、そうすると、Q は、面電荷密度に面積をかけたやつで、それは、面電荷密度に D をかけたという関係式も出てきます。こんだけ連立方程式があるので、こいつを組み合わせて解くだけです。基本的には。はい。なんでこんなめんどくさいことを言うんですかというと、この次の問題が、途中で誘電体が切り替わるとか言い始めるからです。だっけ。こんな風に途中で誘電体が切り替わりますとか、ね。あと、こいつらがバームクーヘンみたいな形してますとか、真ん中からこっち側にイプシロン3入れますとか、言い始めるからです。だから、こいつらと、あと境界条件、境界をまたいだときに接線と放線どっちが維持されるのかという話も絡んできます。だから入試だとそういうところまで聞いてきます。ね、E は接線成分維持、あ、30分だった。やめようか。はい。来週は金曜日も続きやります。はい。じゃあ今日はこれまで。名前書いてない人いないよね。大丈夫ね。よいしょ。こんだけしかないの？はいね。名前書き忘れた人いないよね。はい。OK です。名前書いてないかもしれない？あ、マジ？あ、してない、俺。新規登録。ちょっと待って。ちょっと、録画止めるね。個人の名前とかが録画されちゃうから。ちょっと待ってね。ムードルには登録してる？あ、じゃあもうまとめて登録してごめん、忘れてたよ。はい、質問でしょうか。はい。それね、なんかね、球体のポリシーってちゃんと動かないのよ。何の話？チームズに登録していただきたくする、ごめん。はい。同じ？ちょっと今日戻ってや金曜日ちょっとやり忘れてるから、そのままなっちゃったよ。よし。なんだっけ？配線切ればいいんだよ。